皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方プロジェクトの危険度極低キャラについて解説していきますよ。危険度極低というと弱々しいイメージがあるが一体どんなキャラたちなのかすごく気になるよ。それが意外にもそうでもないものもいるんですよ。幻想郷演技には書かれていないキャラの予想もしていくので楽しみにしていてください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションに繋がるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。それではまず、前回も話しましたが今回初めて見る人もいると思うので、軽く危険度について解説しますね。復習にもなるし頼むよ。危険度を決めているのは、人間のヒエダー級、人間の里にある名家ヒエダ家の当主であり、9代目後アレイの子、幻想郷の妖怪についてまとめた書物幻想郷演技を編纂するため、1000年以上前から転生を繰り返しているんですよ。ファンからの愛称はアッキュン。彼女は9段目だからアキューとなっているんだぜ。つまり初代はアレイというわけだ。妖怪に対抗する手段に乏しい人間が妖怪の弱点や対策法などの知識を広めるため、ヒエダーはじめが編纂を開始したのがこの幻想郷演技です。アキュンの各幻想郷演技と危険度について理解したということで、まずはじめに紹介する、幻想郷で危険度極低なキャラはリリー・ホワイトです。東方プロジェクトで春を象徴するキャラだよな。人間妖怪幽霊すべてにおいて春になると突然活動的になるものも少なくないのです。その象徴ともいえる妖精が春を運ぶ妖精リリー・ホワイトですよ。そもそも妖精という種族はかなり弱いんだよね。そう、しかし彼女たちは自然現象そのものの正体なので、死という概念がなく、体がバラバラになっても復活することができるのです。ものすごい回復力だな。なので、死というものに恐れがないことからいたずら好きで無鉄砲な行動をよくとります。またアキューの考察では単に頭が弱いからかもとも考察していますね。だから妖精はいたずら好きな子が多いのか。妖精だけに死という概念はありませんが、力も頭もあまりなく、ヨーヨームテキストでは、雑魚に毛が生えた程度の能力しかないのである、と書かれていますね。一部地獄かと思わせられるような力を持つ妖精がいるがな。そして春を象徴する妖精なだけに能力も春が来たことを伝える程度の能力です。いやどんな能力なんだよ。春を告げるだけってそれ能力なの？って視聴者さんも思うと思うのですが、実はれっきとした能力なのです。人間が気づかないような繊細な変化を見つけ冬の間中眠りについていた生き物や幽霊、亡霊たちに目覚めの季節が効いたことを伝えるというもの。植物などに花が咲くきっかけを与えることができるらしく、3月生ではリリーが通った場所が一瞬で春になったりしていますね。あの時のリリーは本当に満面の笑顔で、とにかく可愛かったよ。そうそう、あのリリーの素敵なスマイルに温かくなってきますよね。そんな妖精のリリー・ホワイトが通った後は一気に春が訪れるのです。なるほど、いわゆる春の足音ってやつだな。つぼみしかなかった桜の木を一瞬で満開にしたり、種の状態の花を一瞬で咲かせることもできます。この能力のこともあって花屋さんに大人気だったりと、妖精の中では珍しく人間との友好度も高いとされていますよ。へえ、力も妖精なのであまりないし、人間には嬉しい能力だから危険度は極低ということか。春以外の季節では見かけることも少なく春の季語にもなっていますね。人間の子供に捕まえられ昨夜に瓶詰めにされそうになったりと、氷の妖精チルのほど強力な妖精ではないのですが、春に限っては興奮状態になっているので、下手に触れると弾幕をばらまくこともあるようです。春が来た時にリリーを見かけたならあまり手を出さない方が良さそうだぜ。そして春が来たことを伝える程度の能力を持つことから春ですよというセリフが定着していますね。ちなみに誰がこれを流行らせたのかは分かっていません。あまりにも有名になって、このセリフを公式側が逆輸入する形となってますね。ちなみにこれを流行らしたのはマリサさんですよ。違いますよ。そういえばリリー・ホワイトの足的なリリー・ブラックというのがいるけどあれは何？このリリー・ブラックはカエイ塚にて登場しました。通常のリリーがその名の通り白い服装となっているんですが、逆に黒いいでたちであることからファンからリリー・ブラックという通称で呼ばれるようになったのです。黒くなるってなんか闇落ちとかした感じがするけど、なんで黒くなったの？なんとリリーが黒くなった理由は、ただのコスプレですよ。いやコスプレだったのかよ。リリー・ホワイトの対策としては、こちらから手を出さなければ特に危害はないとのこと。むしろリリー・ホワイトの姿を見ることは春が来たことなので喜びましょう。餌を与えて、手なずけることもできるようで花の種を用意しておくといいようです。へえ、妖精を手なずけることができるなんて面白そうだぜ。そうなんですよ。仲良くなれたらスカートの中どうなっているのか見せてもらいたいです。気持ちわかるけどそれ言っちゃいます？それでは次に紹介する、危
険度極低なキャラはルナチャイルド。名前は単にルナと呼ばれることもあるんだが、名前が似ているルナサプリズムリバーと区別するため、ファンの間ではルナチャと呼ばれることが多いぞ。彼女の見た目としては、甘色に近い金髪と、赤い瞳、黒いリボンと白い帽子。やはり特徴はくるくる縦ロール。どこか異国のお嬢様っぽくて可愛らしいよな。そうそう、カスタードコルネみたいで食べたくなっちゃいますよ。本当にコルネとそっくりやないか。また口も栗みたいな口をすることが多く、ファンからはよく親しみを込めて栗みたいな口しやがってと言われます。なんだよこれ、可愛すぎだろルナチャ。あと特徴的なのはじとめですね。完全にみんな大好きツンデレ妹ポジションじゃん。さらに料理も作れることができるという女子力の高さ。このように可愛いお爪に詰め込んだルナチャは3妖精の中で人気投票ランキングは一番人気。ちなみに全体の順位は ?110 位です。なんでなんだよ。そんなハイスペックレディのルナチャイルドは、光の3妖精の中の一人で月の光の妖精。風の強い日風が止んだわけでもないのにザーザーという風の音が一やみ、そしてすぐさまにまた風の音が聞こえてくるなんていう経験をしたことがあるのではないでしょうか？あるある。それで外に出たらものすごい風が強くて髪が傷んじゃうことあるよ。それの仕業がこのルナチャイルドによるものなんですよ。ああ、それは妖精のせいだったのか。彼女の能力は音を消す程度の能力。ルナチャイルドは自分の周りの音を消す能力を持っています。直接的な被害を及ぼすわけではないのですが、他の妖精、特にサニーミルク、スターサファイアと共に3匹で行動し、悪事を行うのです。この3人をまとめて光の3妖精と言われているんだよな。そう、その中の1人で月の光の妖精でもあるのです。本当にこの3人組は可愛らしいよ。いたずらされても全然許してしまいそうですよね。身長はかなり低くカゲロウのような薄い羽を持っています。意外にもなかなかのドジっ子ちゃんで音を消す程度の能力を持っていることから、それに頼りすぎて1匹だけ逃げ遅れることがあるんですよ。あらま可愛い。サニーミルクと光の屈折と合わせて姿も音も消せるという恐怖の隠蔽ができるのですが、妖精の頭ではそこまで思いつかないようですね。あやも取材しに行った時にこの3人の会話を聞いて幼稚と言っているので、知能は小学生低学年程度なんでしょう。そのぐらいの子供って一番可愛く見えるんだよな。目撃情報によると、よく道で転んでいるところを見るとのこと。それはざとじゃないよね。夜中に1匹だけふらふら飛んでいるのを見たという情報が、夜になると活発的になるようで頻繁に目撃されるようです。夜に活発になるのは、妖精の中では珍しいとのこと。また珍しいところとしては新聞や本を好み、読書用のメガネまで持っているよね。コーヒーや茎の糖味噌などの苦味のあるものが好きで、部屋にぬいぐるみや人形などの人工物を置いているなど、少々他の妖精とは違っているようです。対策としては、能力が能力なのでこそ泥行為の報告がよくあるようです。対策として常に音を出すこと、音が出ている場所にこの妖精が近づくと静かになるのですぐにわかるんです。ルナチャの周りだけ音を消えるからってことね。ということで、皆さんも音を立ててください。ルナチャは、いませんよね。現実は厳しい。それでは次に紹介する、危険度極低キャラはスターサファイア。名前が長いのでスターと呼ばれることも多いぜ。見た目としては、やはりサラサラの腰まである黒髪または濃い茶髪で前髪はパッツン、垂れ目気味な黒い瞳、大きな青いリボンが特徴。髪型が蓬莱さんかぐやとそっくりなことから、差別化のためか第2部の途中から前髪の長さが変わり、眉毛が全部見えるほど短くなったんですよ。おお、全然知らなかったぜ。髪の色も変化して少し茶色が入っているな。子供の頃のかぐやはこんな感じなんでしょうね。何億年前の話になるのか。身長はかなり低くアゲハのような大きな羽を持っていますね。皆さん思い出してみてください。満天を覆う星が浮かんでいるのを見ると、獣や妖怪の彷彿させ、囲まれているんじゃないかと思いギョッとすることはないでしょうか？あんまりないね。そういった降り注ぐ星々の光のごとく、広範囲な監視の目を持った妖精が、星の光の妖精スターサファイアなんですよ。スターは優しそうな顔をしていますが攻撃してきたり、人間にちょっかいを出したりすることはやはり少ないですが、主に他妖精のいたずらの手助けをするのが厄介とのこと。裏方で色々やるタイプの子か。彼女の能力は動く物の気配を探る程度の能力。この妖精は、物の動く気配に大変里いため、近づくとすぐにバレてしまうのです。捕捉することは非常に困難で、単独での目撃例も少ないのですよ。普段は、サニーミルクとルナチャイルドの2匹で確認されることがほとんどですね。この3匹は本当に仲がいいんだな。沢を探索するときは一人でこっそり遊んでいたり、霊夢の瓶を盗むときは自分だけは持たなかったりなど、天然腹黒ちゃん。最高すぎる性格してるね。まさにあざと可愛いという言葉が似合う子で、よく手を合わせるポーズをとります。悪魔のような天使だな。目撃情報でも、氷の妖精と三妖精が喧嘩していたようですが、サファイアは
は後ろで笑っていたようですね。すっごい好きな性格してるよ。物事を客観的に見る能力に優れているとも言えますね。マリサのハったりに一人だけ気づいたり、長丁場になることを予想して料理を用意していたり、隠れていたクラウンピースを発見したりしていることからも彼女の客観的な視察力に魅了された人は多いでしょう。そして、調理スキルが高いようでサニーとルナに料理を振る舞っている描写が多くあるんですよ。小悪魔性格なのに家庭的養女もこなせるってまさにスターじゃん。原作での料理描写は昨夜に並ぶほど多いですね。へえ、料理もできるなんて器用な子なんだ。対策としては妖精の感触として利用されてしまった時は避けようがないとのこと。一番確実な対策としては別の生き物を利用することでスターサファイアの能力は人間と大きな動物の区別がつかない。だから動物などに紛れて移動すると気づかれることはないとのこと。なるほど、動物と一緒にいればいいのか。それじゃレイムさんと一緒に行動するよ。人をけだもの扱いしないで。ということで次に紹介する危険度極低キャラは、四季英気山ザナブです。四季様って極低なの。余裕で地獄級かと思ったよ。やはり四季様はいい人だということですね。というかあとチルノとかサニーミルクは極低じゃなかったの？そう、やはりチルノは最強なだけあって危険度は一つランクの高い低となっていますね。サニーミルクは三妖精のリーダー格なだけあって、彼女も低となっています。なるほどね。この子たちは妖精の中でも優秀なんだ。話を戻して、第9弾東方海江塚のラスボスにして、楽園の最高裁判長が四季英気山ザナブです。ちなみに、四季英気が彼女自身の名前で、山ザナブは役職名なので注意してください。この意味不明な名前については前回解説しているから後で見てみるといいぜ。四季様というとロリ顔だからか、低身長で書かれることがあるのですが、身長はレイムやマリサよりやや高く、原作設定において四季様の身長はかなり高いと考えられます。立ち絵を見ても結構身長が高いもんな。あと片方だけ髪が長くなっているのが可愛い。ちなみに、サボり癖の強い小町は四季様が雇ったようだぜ。小町はサボりますが、実際はかなり優秀ですよ。数多い閻魔様のうちの一人で、担当は幻想郷の死者を裁くことで、我々に最も関係が深い閻魔様です。ほうほう、閻魔様ってたくさんいたなんて知らなかったよ。非常に説教臭く、さらに間違ったことを言うことはないため、アキューもちょっと近寄りがたい雰囲気を醸し出していると言っていますよ。ロリ顔だけど風格は抜群だもんな。ただ、その説教も基本は幻想郷の人間のためを思ってすることであり、素直な気持ちで耳を傾けていきましょう。この閻魔様は幻想郷では有名で、特に長く生きた妖怪は一度はお世話になっているようです。サイコさんの妖怪と言われる役もゆかりともかなり面識があるようだな。しかし、妖怪にとって閻魔様がいる場所は居心地悪く、閻魔様が幻総合に現れるとどんな妖怪も姿を隠すとのこと。そういう意味では、真っ当な人間にとって閻魔様は味方で、そうでないものは恐ろしい地獄のような人ですね。なるほど、彼女が現れることで人間にとって脅威である妖怪がいなくなるから、危険度も極低となったのか。また、寿命があるものでも今の段階で罪を負いすぎていて、地獄に落ちることが確実である場合、休暇中に直接やってきて警告し、改善を促す場合もあるというすごくいい人。お忙しいのにわざわざ来て、私たちの罪を軽くしてくれるなんていい人なんだ。そうですね。仕事が終わってもボランティアで活動するなんてなかなかできることではないですよ。そんな彼女はもともと地蔵ではありましたが、英気様はこの時に中途採用され、幻想郷に派遣されて閻魔となった経緯があります。もともと地蔵だったの？しかも閻魔様の役職に中途採用なんてあるのかよ。仏教にはお地蔵さんは閻魔大王と同一の存在であるという考え方があるんですよ。お釈迦様が約2500年前に亡くなり、その釈迦の代わりに戻ってきたのが地蔵菩薩。その地蔵菩薩が閻魔大王のことだと信じられるようになったのです。へえ、だから地蔵から閻魔にもなることができたのか。現在地蔵の八田寺成美との関係も色々ありそうですね。冒頭でも初出の海江塚では他の時期の最終面ボスとして登場。ゲーム内でも必ず実キャラに説教をしてくれます。そう、あなたは何々すぎると言われたらお説教の始まりだよな。彼女は自身の中に絶対的な善悪の基準を持っていて、迷うことがないのです。能力も白黒つける程度の能力だしね。裁判は完全な一審制であり、下った判決に対して死者は上訴やら抗告やらをする権利も当然なく、判決を覆す方策は存在しません。それどころか死者は裁判において弁明することすらできず、その必要すらないようです。いやいや、それはかなり偏見すぎでしょ。いえいえ、これにはちゃんとした理由があります。ここまで強権的な裁判を行える根拠として、海江塚の冷戦うどん芸人稲葉のセリフによると、彼女はそもそも他の生き物と干渉することがない特殊な波長を持っていて、何者にも染まらず惑わされない別次元の存在であるから他人を裁けるのだと言われています。また、地獄の道具である鏡上張りの鏡を持っているのも一つの理由です。
この鏡の前ではプライバシーも何もなく、過去の行いが全て明かされてしまう。幻想郷の世界では上張りの鏡は閻魔ごとに形状が違うとされていて、霊気のものは手鏡なんですよ。まさに地獄のような道具だな。そう、四季様にあんなことやこんなことを見抜かれていることになるんですよ。でも四季様になら、見られてもいいかも。私は閻魔じゃないけどあんたは確実に地獄行きだ。また実は強さとしての実力はかなりのものだと思われます。危険度極低でロリ顔なのに。下抜かれるよ。東方海江塚の会話において、あの最強クラスの妖怪優香から幻想郷で誰が一番強いか白黒はっきりつけてやるという言葉を受け取っていたり、先ほども言ったようにうどん家が自波長を操る力が通じないなど、かなりのハイスペックであることが伺えます。じゃあ、四季様って肩書きだけじゃなかったのか。妖精とは違って力もあって格の高い人ですが、それでも危険度が極低評価を受けているってことは本質はものすごくいい人ということがよくわかりますね。以上が幻想郷演技で極低評価を受けた者たちです。結構少ないんだな。東方部門式では極低があったのですが、その続きの東方部門駆除ではありませんでしたね。妖精のようなキャラがいないので、極低と低をもう混ぜた可能性も、部門駆除では東方心霊病までのキャラが書かれていますので、おまけとして危険度極低キャラを予想してみましょう。それすごく面白そうじゃん。絶対ワカサギ姫とか極低だろ。ワカサギ姫は妖怪ではありますけど、極低で間違いないでしょう。草の根妖怪ネットワークで知り合いの今泉影郎からは虫も殺せない子と言われています。どんなにいい子なんだよ。また水中戦は得意なようですが、地上だとめっぽう弱いようで、人間に被害も少ないことからもワカサギ姫は確かに危険度極低でしょう。あとは妖精のエタニティラルバでしょうか。実際は常世の神と言われるかなりヤバいキャラですが、まだ伏せられているから極低認定されそうだよね。現時点で分かっている性格はものすごくいい子で、弾幕ごっこ後に勝利するとキャラたちに応援したりしていますね。それじゃあ奇形獣の一面ボスであるエビスエイカとかはどう？彼女はかなり危険だと思われます。なぜなら彼女は水子の霊だから、霊は人間にも妖怪にも驚異的な存在なので、亡霊系のキャラはどの子も危険度が高く設定されています。なるほどな。性格はものすごくいい子なんだけどね。あとはハニアス神経気も極低の可能性があるかもです。ほう、奇形獣の6面ボスで種族は神様だよな。そう、神様はどのキャラも危険度が低いことが多いのですが、彼女の場合は人間霊によって召喚されただけあって、妖怪たちや幽霊から人間を守る存在なんですよ。確かにそうなると四季様と同じように危険度が極低になってそうだぜ。交流道なら玉作りミスマルも極低になるかもです。彼女もまた神様だよね。そう、非常に性格が良く、大天狗が山に穴を開けまくって掘り出していると知り、彼女は慌てて現地調査に来ていました。龍樹が悪の手に渡ると危険だから、さらに言うと、山の環境破壊も気になっていたりと環境のことを考えるような人なので人間にとってはありがたい存在なんですよ。確かにエクストラでも手助けしてくれるいいキャラだよね。ただ弱いとかじゃなくて、人間にとってどのように影響を及ぼすかによって決められているところすごく面白かったよ。もし幻想郷に行くことがあったら今回紹介されたようなキャラに会うのが良さそうですね。視聴者さんが思う危険度極低キャラがいたら教えてくれよな。では今回の授業はここまでです。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。